ご来館の皆様ごきげんよう。バーチャル図書館長のラーリバミラビリスです。今回はお兄様へというアニメーションを紹介したいと思います。こちらは今 Amazon プライムで全話見れるので、私はちょっとそちらで視聴したんですけれど、このアニメ自体はかなり絵柄を見ていただいてもわかると思うんですけど、結構昔のアニメ作品ですね。ですごいぞお兄様へということで、この作品の私1話だけ視聴したんですけど、あまりにすごい内容だったので、ちょっと1話だけの時点での感想を言いたいなということで、今回は1話華麗なる人々っていうタイトルなんですけど、そのおすすめしたいなと思っています。まずね、お兄様へっていうねタイトルがめちゃくちゃ渋いので、ぜひオープニングでね注目していただきたいんですけど、作品としては、マーガレットで連載していて、池田理代子さんってベルサイユのバラを連載されていた方が原作の作品をアニメ化したものですね。でアニメは手塚プロが作って NHK で放送されていたらしいです。このようにねちょっと相関図をまとめてみたんですけど、主人公がこの七子さんで、この春から名門女子校青蘭学園に通うことになったっていうのが第1話ですの内容ですね。でこの女子校独特の空気っていうのがすごいあって、七子さんそれにハワワってなって、そしてその学園にいる美しい方っていう3人の方に出会うっていうのが1話の内容ですね。大筋はそうなんですけど、その中でもこのサンジュスト様がちょっとすごい何なんだろうっていう感じですごい魅力あふれる方なんで、その基本はサンジュスト様のちょっと説明をね紹介をねぜひしたいなと私は今回思っています。で七子さんは朝ね入学式行こうかなって思ったら、お母さんにね制服じゃない服で行こうとしたら、私服でも通っていいって書いてあるわ生徒心得にって言っても、お母さんがそんな入学式から制服を着ない子がありますかって言われて、制服で渋々行くみたいな、流れがあって、学校に行くんですけど、でお母さんはちょっと教育ママみたいな感じで、お父様は義理の実は父親で、昔再婚したお父様らしいです。でもいい父親みたいな感じで、ちょっと制服姿褒められて照れちゃったりみたいな、ちょっとほのぼのした流れがあって、でこのとも子さんっていうポニーテールの方が、同じ中学校だった方と一緒にこの名門女子校に、この女子校自体は中学からの結構エスカレーターでね付属のところから上がってきてる方たちが多い中で、編入してきた2人っていうことになります。この2人仲良しで、キャッキャ言いながら入学式に向かおうとするわけですね。でその入学式に向かう途中にこの美しい方の中のサンジュスト様にね七子さんは出会うんですね。でその時はまだ美しい方とか全然知らなくて、ちょっとねちょっとした出会いがあって、それを後でちょっとまとめて説明したいと思うんですけど、で学校に行ったら違うクラスになっちゃうんですね。で違うクラスになっちゃったけど、この方はマリコさんっていう在校生、中学からの付属のところから上がってきたマリコさんって方がいろいろとこの学校がどんなところなのかっていうのを説明していただけるっていう、ちょっとマリコさんはマリコさんでちょっと距離感がやっぱ女子校独特のノリで戸惑うんですけど、急にねハグしてきてスンスンって嗅いで、ハーブのシャンプー使ってるんでしょ、あれいい匂いよねって言って、これが女子校の距離感なのっていう、ちょっと最初からねファーストインプレッションがあるんですけど、そういう学校なんだと思いますね。でこの女子校でどうたらって中にお兄様って何ってなると思うんですけど、冒頭にね謎の思い出として、幼少時代のね七子さんみたいな子が雨の中でね土遊びをしてる、雨の中で多分土遊びはしない方がいいと思うんですけど、そしたらアジサイの後ろからねぼーっとね見てるね青年というか少年がいて、でも一言も喋らないで立ってるんですね。でちっちゃい頃の七子が「あなたは誰？あなたは誰？」って言うけど全く喋らないまま行っちゃって、また来てねって言って別れるみたいな、そういう思い出がまずあるんですね。でその後に七子さんは学校に行く時も「お兄様聞こえていますか?」って言ってお兄様に語りかけるみたいな描写があって、どうもお兄様がいたのかいるのかわからないけど、ちょっと今は一緒に暮らしてないのかなみたいな感じで、多分そのお兄様へ語りかけてる昔にホテルってドラマがあったんですけど、それで背景
お姉様みたいな、なんかお姉さんに毎回手紙をね出して語りかけるみたいなのがすごい流行ったんですけど、でなんかこうホテルでね毎回事件が起きる、姉さん事件ですっていう、そういう感じでお兄様ってもうこう語りかけてるみたいなね。最近VTuber 界でもね100万天原サロメさんって方がいらっしゃるんですけど、彼女もねイマジナリーお兄様がいて、お兄様のね実際にはいないけど、心の中におるお兄様に語りかけたりとかがあるっていうね、お嬢様は心の中にお兄様を持ちがちなのかもしれないなと思いますね。で、そのお兄様っていうのがなんかこの知らん社会人っていうのが最後の方に出てくるんですけど、どうもこの知らないすごい声がめちゃくちゃ渋い社会人の方でも、多分今の基準だとかなり若い方たちだと思うんですけど、めちゃくちゃ声の渋い2人がなんか出てくるんですけど、なんかこの片方の方がどうも少女から手紙をもらってて、なんかあの子ももう高校生なんだろみたいな会話をしてるんで、どうもこの方がお兄様なんじゃないかなっていう匂わせだけ1話ではあるっていう感じです。まだちょっと確定はしてないんですけど、もしかしたらねマリコさんのお兄さんかもしれないんですけど、1話ではそういう匂わせだけがされてるっていう感じですね。でこの学園の3人の美しい方っていうのは女子校なんでね女性の方しかいないんですけれど、その中で慕われて敬われている方たちっていうので、右から右大将薫の君、花の三十スト様、そして宮様こと一宮吹子さんっていうこの3人が、3人の美しい方として学園に君臨してるというかいるっていうことですね。で、さらに大事な要素としてセーラーソロリティメンバーズっていう社交界があるらしくて、ソロリティっていうのは華麗な社交グループらしいんですけど、そこを生徒会長である吹子さんが統率してらっしゃってて、入学式でそのふさわしいと思った方たちに声をかけて、みんなで社交をする、なんか会話したり乗馬したりみたいな、そういうね勇敢クラブみたいなのがあるらしいんですけれど、そういうのがありますのよっていう説明をね壇上でしてくれるっていう流れがあって、みんな在校生とかはねみんなここに入りたい、もう虎視眈々と狙ってて、もちろんこの話しかけてくれたマリコさんもめちゃくちゃ入りたがってる。多分だからそのソロリティメンバーズに関していろいろなんかてんやわんやありそうな雰囲気だけ私は感じているんですけど、でこの薫の君っていうのが病気で長期休学をしてたっていう方で、休学してた影響で入学してきた七子さんと同じ学年で2回生みたいな感じですかね。でなんかバスケしたりしてたらしいんで、体が弱くて休んでたっていうんですけど、なんかバスケはされててもう回復されたのかなみたいな、ちょっとねまだどんな方かわからない感じなんですけど。でそしてこの花のサンジュスト様、花のサンジュスト様はなんかこうね出会いの場からおかしいんですけれど、簡単に言うとピアノがうまい、気候がすごいっていう感じの方ですね。ほぼ喋ってないし、なんかサンジュスト様に限っては特に説明があんまりなかったので、なんかピアノのうまい美しい方みたいな感じの説明しかなかったのでちょっとわからないんですけど、この3人とこの学園での話なのかな。でこの右上の方に書いてある美咲さんっていうのはほぼまだ全然ね七子さんと関わりがないんですけど、どうもなんか同じクラスでなんか在校生に取り巻きがいるちょっといけすかない感じの同級生みたいな感じらしくて、美咲さんなら絶対ソロリティメンバーズに入れますよみたいなことを取り巻きに言われて、やぶさかではないわねみたいな感じになってる感じの方ですね。でもなんか次回予告見てる限りなんかいろいろわちゃわちゃしそうな雰囲気があるんですよね。っていうのが第1話の大きな流れとしてはそれだけなんですけど、その中でのサンジュスト様もねちょっとどんな行動されてるかっていうのをね見ていただきたいんですけど、その前に言っておくと、そのまだね作画がねすごくそうこれ見ていただいても分かるんですけど、この作画もね素晴らしくて、であと音とかもやたらリッチなんですよね。雷が鳴るシーンとかもやたらと深刻な感じがして、これ深刻に受け止めればいいのか、それとも音が昔ながらの素晴らしい出来なのか、どっちなんだろうっていう、いちいちね効果音とかもねバーンみたいな感じでねリッチなんですよね。学校から帰ってきて疲れたみたいな子が家でシャワー浴びたりするシーンがあるんですけど、なんかその後の
スキンケアをするシーンがあるんですけど、それがめちゃくちゃ丁寧で、なんかすごい作画が良くて枚数も書かれてるしで、なんかすごいいいんですよね。こういうちょっとしたシーンも丁寧に書かれてるって、なんか昔のね作品のそういう余裕というか、なんかこだわりを感じてめちゃくちゃ良かったんですよね。そんな中で書かれるサンジュスト様の麗しい行動の数々なんですけど、まず出会いの場でまずね電車でなんか実は後ろに立ってて、サンジュスト様が七子さんの後ろに。で七子さんが電車が揺れて「あすいません」ってぶつかっちゃって、でサンジュスト様本読んでたんですけど「あすいません」って言っても無なんですよ。もう何の反応もしない。なんでっていう。まあそれもまあ100歩譲っていいです。まあね、本読んでてぶつかってこられてもまあ気にするなというね優しさなのかもしれない、サンジュスト様と思えば、その後まあ七子さんバスに乗り換えると、バスが混んでて停留所で降りれないみたいになって、降りますあーってなってたら、誰かがグー引っ張ってこう腰ガチン掴んで外にズバーって引き出してくれて、も七子さん引っ張られすぎてね、体がもうね横になってるんですよ。でキャーってなってバッて出たら、サンジュスト様が腰を持ってふわってやって、なんか七子さんのことをね助け出してくれるんですね。いやすごい美しく書かれてるんですけど、いやでもじゃあなんでさっき無視したのっていうのが私はちょっとね、なんかでもなんか助け出してくれて、まあ優しいやらなんなんやらみたいな感じで、その時点からもうサンジュスト様のことが気になってしょうがないんですけど、その後ね、まあこの学園には美しい3人の方がいるんですのよみたいな話の後に、どこからかねピアノの音色が聞こえてくるんですね。でキャーサンジュスト様よってみんな言ってバタバタこう走ってきて、一緒に行きましょうよってマリコさんに言われて、何って言ったら、なんか音楽室にみんな群がってて、行ってみたらサンジュスト様がピアノをめちゃくちゃ弾いてて、しかもなんかバラをね横に口で加えてね、もううわー弾いてるんですよ。もうですキャーってみんななってるわけですね。でも曲が盛り上がってね弾き終わって、これ弾き終わったらどうなるのかなって思ったら、パッてこうねバラを口から取ってパーン投げて、でギャラリーにねバラを投げてキャーってみんななるわけですね。これいつもやってるのかもと思って、バラ投げるのは私タキシード仮面様ぐらいしかしないと思ってたんですけど、そんなことなかったんですね。タキシード仮面様のバラはねザッと刺さりますけど、このバラはそんなことはなかったです。でその後ね七子たちは学校帰りにちょっとカフェでおしゃべりしてて、おしゃべりしてて、なんかさっきのねいけつかない同級生とかが喋ってるシーンとかも目撃するんだけど、雨が降ってきちゃって、で結構降ってきちゃったなって思って、雨宿りがてらカフェにいたんですけど、そしたら外をねサンジュスト様が歩いてるわけです。下校されてるんだと思うんですけど、そしたらね雨の中傘もささずにべっちゃべちゃに濡れてサンジュスト様が歩いてて、でもなんかみんなそれになんで傘さしてないんですのとかならないで、キャーサンジュスト様よってみんな窓に駆け寄ってね、かっこいいみたいな、水も滴るいい女みたいな感じなのかもしれないんですけど、いやでもなんで傘さしてないんだろうって思って、って思って私はね見てたら、車がね走ってくるんですよ。でそしたらなんかその生徒会長ソロリティメンバーズの会長の吹子さんが車に乗って、雨だしねお迎えの車が来たのかしらねと思って見てたら、その車がねサンジュスト様の横に止まるんですよ。で窓がウィーンって開くんです。もしかしてなんか交友が美しい方々同士の交友があって乗りなさいよみたいな感じなのかなって思ったら、吹子さんが傘をね窓からバーンってこう下に投げるんですよ。一切サンジュスト様のことは見ないで傘を外にバーン投げて出すんですよ。って思って、でそのままウィーンって窓が閉まって吹子さんはいなくなってしまうんですね。優しさみたいになってたら、サンジュスト様どうするんですかこれって思ったら、ニコー笑って傘拾わないんですよ。じゃあこの傘ってすごいねいい傘なんですよ。この傘が高級そうな傘なのにそのまま放置されちゃってね、サンジュスト様ニコー笑ってねどっか行っちゃうんですよ。でどっか行っちゃったと思ったら、なんか急にね木の近くでヨロヨロってし始めて、サンジュスト様大丈夫って思ったら、なんかポケットから何か錠剤を取り出してね急に食べ出すんだけど、それがねもうボリ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 っていう傘もささずに何かの錠剤をボリボリ食べるんですけど、その音がいい音で、
イヤホンして聞いてるとね、響き渡るんですよ。その ASMR サンジスト様の錠剤噛み砕き音みたいな感じで、これはねぜひ聞いていただきたいですよね。もう素晴らしい音質で聞こえますから、このボリボリ音が。しかもね、ニコーって笑いながらね、サンジスト様錠剤食べて、私この作品の1話のメインのシーンはこのボリボリのシーンだと思ってるんで、これぜひ見ていただきたいって思ってるんですよね。こういう感じで、あとは家帰ってスキンケアしてね、1話はね、どうなるのかしらこれからみたいな感じで終わるんですけど、次回予告の時点でもサンジスト様は大暴れしてて、なんかどうしたってなんかダバダバしてて、なんかなんて言っていいかわからないんですけど、でももうね、とにかくサンジスト様が気になるっていう。でもなんかもしかしたらこの錠剤が薬とかでなんか体調が悪いのかなって、体調悪いとしても、だったらなんで吹子さん傘バーンって窓から投げたんだろうとか、なんか因縁があるのかなとか、こう気になることばかりなんですが、でもねこれ面白いんでぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。まだ私も1話しか見てないんですけれど、結構、30話ぐらいあるのかなので、ぜひねこの面白さをね、素晴らしい作画、素晴らしいリッチな音質とともにね見ていただきたいと思います。2話以降ももしかしたらこうやってまとめて感想をね、動画にするかもしれないので、よろしければねそちらも見ていただけたらなって思います。それではね、私も三十様に習ってね、錠剤を食べてからお別れしたいなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。